菜鸟资源，よろしくお願いします。皆さんおはようございます，马友です。大家好，我是最爱台湾的大阪女孩马友。今天是不是穿得很正式？稍微一点点，是因为呢，我来台湾7年啊，加入了偶像团体，参加了偶像选秀，但是呢，我还没有当过上班族。我对上班族是充满的憧れ。キラキラキラ的感觉。今天呢，要来体验一日菜鸟职员，よろしくお願いします。如果有这样的职业，你几点下班？留言说不下班，不下班。で、台湾で日本人の方が経営されている架橋さんに一日職場体験お邪魔させていただきたいと思います。頑張ってきます。よろしくお願いします。行きましょう。我准时到我要上班的地方了，它叫架橋。架橋的意思呢，就是桥梁，就是台湾跟日本的桥梁。好，我看到社长了，哇，有点紧张。哇，knock knock。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日一日職場させていただきます。藤井舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋山さん、秋山社長、はい、自己紹介してもらっていいですか。はい、台湾でですね、12年目になるんですけど、台湾でマーケティング、ウェブマーケティングの会社をしています。はい、はい、主に台湾の方々に日本の旅行だったり、グルメだったり。ショッピングとかいろんないいものを知ってほしくて、それをウェブを使って発信している素晴らしい。ありがとうございます。光栄です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。基本的にこちらがスタッフたちが作業する部屋で、向こうがインタビューしたり応接室、お客さんが来た時にお話ししたりみたいな感じで、はい、基本的にはもうここでみんな作業をしている。ああ、社長の椅子。なるほど、なるほど。これは。そうですね。これイクさんが。イク先生。めっちゃ可愛い。これ。コウスケ。はい、僕です。はい。あ、似てる。ちょっとね、頭の感じとか。これも。台北経済新聞でのインタビューです。じゃあ。安村さん。なかなか。入ってないですよ。おえおじんこ。漫才本部。はい。そうですよね。時々日本から日本のタレントさんがいらっしゃったりするんで、アキラさんとかローランドさん。ローランドさん。じゃあ一つ目、電話対応からよろしくお願いいたします。はい、電話対応頑張ります。はい。先輩、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもはどんなお仕事を担当されていますか。架橋で働いている小屋と言います。小屋さん。普段は台湾と日本のクライアントさんから仕事の依頼を受けて。作業しています。なるほど。では電話の対応教えていただいてもいいですか。はい。お願いします。じゃあ哪里？这个。喂，メディア微博您好。もしもし、小屋と申します。もしもし、いつもお世話になってます。架橋の藤井と申します。お世話になっております。明日の会議について、お伺いしたいんですけれども。はい。はい、場所は台湾貿易センタービルでよかったでしょうか。そうです。台湾貿易センターの6階にあります。はい、お時間は午後1時で間違いなかったでしょうか。はい。間違ってないです。すいません。再一次吗？我觉得我根本没有办法讲那种职业上的日文，你知道吗？就是間違ってないです，反正就是我就是卡卡的，还好刚刚是国家上帮我就是示范一次，就是如果真的有打电话来，会是怎么样的状况呢？这样子，然后我发现我的日文真的是烂透了。喂，媒体啊，微博你好。你好，请问你那边有张先生吗？张先生吗？请问您哪里找？你好，这边是叫美迪亚微博的子公司，请问你们的公司位置在这个世贸中心吗？是的，没有错，是在世贸中心6楼。因为想要确认一下明天的开会时间是下午1点，没错吗？是的，没错，明天的开会时间是下午1点，没有错。好的，好的，感谢你。好，谢谢，谢谢，感谢。好，拜拜。拜拜，谢谢。过关吗？算过关吗 ？OK 吧，算有礼貌吧。
算有礼貌吧？我觉得中文太好了，就没有就是日文就是有一个很多敬语呀，然后就很多有的没的，然后就中文的话，是的，是的，好的，没有错，好，谢谢，拜拜，你知道吗？甚至可以讲拜拜，但是日文的话就是没有办法说拜拜，对方会觉得哎，这个傻瓜，对。はじめまして、架橋の藤井と申します。これから架橋弊社の主な事業についてお話しさせていただきたいと思います。弊社では主にインフルエンサーさん、台湾のインフルエンサーさん、台湾の KOL さんを日本に連れて行って取材させていただいたり、あとは日本のお客様の代わりに広告。我不行，没关系，这个是练习，我还在练习。はじめまして、架橋の藤井と申します。の代わりになって広告の配信などをさせていただいております。弊社では Facebook や Instagram などのソーシャルメディアを使った施策と Yahoo や Google などの検索エンジンの施策両方を同時に実施させていただいてますので短期的にも長期的にも宣伝効果が期待できると思います。现在呢是午休时间，然后我现在想要看我小时候非常喜欢看的动漫，但是呢这些动漫其实在台湾是看不到的。那为什么我现在看得到呢？没错，现在就是工商时间，各位千万不要跳过这段时间，因为呢，我成为 YouTuber 之后，第一个接到的业配，大家真的要支持我一下啊！然后呢，今天真的是非常感谢 Surfshark VPN 的赞助播出。Surfshark 是一款专业又安全的 VPN 软体，是无国界的存在。我平常呢非常喜欢看 Precure、Kintama、Kinnikuman， 还有 Hanayori Dango Final。但是呢，这些东西只有在日本看得到。然后呢，我每次搜寻的时候，它会显示お住まいの地域ではご覧になれません，然后就觉得很难过。这种时候呢，就是需要使用 Surfshark 来更换不同的 IP， 就可以看到不同地区的影集喽。现在呢，我就想要看那个 Netflix 的 Precure， 但是没有日本的位置就看不到，那怎么办呢？打开 Surfshark， 然后呢，点击日本，等一等，噔噔，我就可以看 Precure 了。很棒吧？虽然我是一个非常爱台湾的日本女生，但是呢，还是会有想要回去日本的时候吧。这种时候呢，使用 Surfshark VPN 来更换地区，去搜寻机票啊，或是取得当地的资讯的优惠，就会很实用。除了可以更换不同 IP 位置，看你想要看的影集，或是搜寻机票的优惠，或是下载 APP 等等之外呢，上网连公共 WiFi。安全又有保障，所以呢，不管你是在日本工作的台湾人，还是在台湾工作的日本人，都很适合，因为它会隐藏网络的足迹，所以不怕骇客入侵。只需要一个账号，不管你想要跟家人、朋友啊，或是另一半、工作伙伴，都可以一起使用。手机、平板、电脑无线设备数量，操作简单又方便。各位。现在呢，只要点击影片资讯栏中的专属链接，输入优惠码 mayu 就能享有专属的优惠，而且再送你4个月的免费试用期，千万不要错过哦！先輩今日はありがとうございました。ありがとうございます。いろいろ教えていただいて。他中文很好，所以呢，切换中文模式好了。为什么来台湾？当初是因为。我是华侨，我本身是华侨，我爸妈是台湾人，可是我不太会讲中文，因为是华侨背景，但就是不太会讲中文也是有点可惜，所以就决定来台湾，所以就先来是为了学中文的啊，原来所以是来台湾多久了呢？已经10年了，10年，大前辈。那你
是在冲绳长大。对，在冲绳出生长大，然后在20岁的时候就来台湾。那为什么会选择卡基哈西呢？是因为我在大学时候透过某一个活动认识我们这家公司的老板。秋山さん。对，就已经有认识啊，已经认识了。我刚好在那时候要找工作的时候，也收到老板的那个联络，然后就刚好他们也在找人，然后我觉得这是个很好的机会，对，所以就来应征了。那你觉得有差别吗？日本的工作跟台湾？中文跟日文就有一个特性的差异，就是如果跟台湾人聊天沟通的时候，感觉好像是同辈一样，就不需要敬语的感觉。老板拜拜，对，老板谢谢。对，切换成日文的话，就突然变成是很有礼貌的感觉。对，真的。平常工作起来是开心的吗？蛮开心的，蛮开心的。哦，那下班会去？我们比较没有，但是中午每年都会一起去吃饭这样。哦，真的哦。那你觉得就是中午午餐饭午餐这个文化啊，日本跟那个台湾这应该是差蛮多的。我觉得有像就是如果跟前辈一起去吃饭的话，通常在日本的话，可能前辈要帮他付钱这样。对。那台湾的话就不一定啊，就是各付各的。那就是最后一个问题，想要问，因为有待过冲绳、东京，也来台湾很久了，你觉得每一个城市有不同的风格吗？氛围不一样吗？多少有，但毕竟日本跟台湾都是很近的，文化也蛮相近。尤其冲绳就有点像是介于日本跟台湾中间的感觉。对。我对冲绳人的印象就是爱喝酒，然后爱冲浪。其实不一定，不一样的地方的话，像冲绳的生活的步调比较慢，像台湾的像中南部那种感觉。哦，了解。对，人也不会那么的挤，蛮轻松的。那东京的话，相较起来就很拥挤嘛，像早上的上下班时间都很拥挤，压力也蛮大。那台湾的话，虽然台北人也很多，但就是比较活得自在的感觉。之后也想要继续在台湾发展吗？我觉得我还是会选择待在台湾的感觉。真的。我觉得在台湾我学到的东西也很多，在这边也已经有很多朋友了，觉得做得蛮快乐的。对。好，其实呢，我在 AKB 的时候，大概5年前吧，就卡基哈西さん有访问我们这个团体，然后就大概5年前就认识了秋山さん，然后いつもお世話になっております。今日は一日職場体験させていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。台湾に来てもう13年目ですよね。最初はどんなきっかけで？最初は一番最初は旅行で来たことがあって、そうなんですね。最初は家族旅行。でその時はもうお仕事するなんて全く考えてなくて、ただ単純に純粋に台湾を楽しみに来たんですけど、ちょうど震災の時、震災2011年ですねの震災の時のぐらいの前のタイミングで。とある、大手企業さんの台湾進出プロジェクトで私を読んでいただいて、そうなんですね。お仕事の視察で来たんですよ。で視察で来た時に、お仕事の目線で見るじゃないですか。台湾の市場だったり、何が売れているのか、商品、価格、いろんな台湾の行動の仕方、物の買い方、それを見た時に。いや海外めっちゃ面白いやんってなって、ちょうどなんだろう、SNS、我々ウェブマーケティングやってるんで SNS とかよく見るんですけど、当時世界では Facebook がすごい流行ってたんですよ。台湾が 50% 以上が Facebook 使ってて、その時日本が 1.8% ぐらいだったのね。やっぱり日本って Facebook 率すっごい少なかったですよね、その時。しかもその頃ミクシーっていうのが流行ってて。そうだ。日本人みんなミクシー。そうでしたよね。でもあれって本当に日本のアプリケーションで、海外では誰も使ってなくて、確かに日本だけが孤立してるようなイメージがあって、でこっち来てその市場だったりその普段使ってる SNS みたいなことを知って、なんて面白いんだっていう可能性を感じた。すごい。あとはやっぱり一番これ言えるのが、台湾の方は日本が大好きっていうところで、やっぱりもっとこの日本のことを知ってもらいたいとか、日本の商品もそうだけど、人もそうだし技術
もそうだし、そういう気持ちがすごい芽生えたのね。めっちゃ衝動的ですよね。だって日本で仕事をされてて中国語も喋れない時ですよね。日本で会社してて、大阪で会社してて、で会社のメンバーももちろんいて、中国語もニーハオとシェイシェイしか分からなくてでももう衝動的にもうこの人たちと仕事したいって思いがすごい強くなって、その半年後に会社作る。半年ですか？半年で会社作る。中国語をまず学べよって話なんですけど、もうそれよりも先にやっぱり諦めて、もう中国語を諦めて仕事。誰かがいると、喋れる人がいるからと思って。すごい勇気です、本当に。なかなかいないと思います。そうそう。後からよく言われるんですよね。ただその時はもう楽しみでしかなくて、とにかくやるぞとっていう出会いですね。本当に台湾との出会い。へえ、すごい。で最初にだから日本で仕事をしてたじゃないですか。で台湾に来てなんか一番の違ったところみたいな、驚いたところ。そうですね。いっぱい驚いたことがあります。いっぱい驚いたことがあるので、リール動画にしてるんですけど。確かに。なんだろうな。ビジネスで言うと、すごく台湾はカジュアルだし、日本はすごく事細かく進めていくっていう部分もあるけれども、台湾はすごいスピード感を持ってるし、そうなんですね。逆にスピードが速い。なるほど。決済まで速いし。効率。日本はちょっとそれがすごい遅かったりする。丁寧ってことですよね。なので本当一長一短というか、台湾にもいいところもある。でも日本とは違うところもあるので、やっぱそこのすり合わせっていうのが、その学び合いというか、いいところを取ってって感じですよね。そうですね。やっぱり聞いてるだけだとやっぱりなかなかわからない部分があって、体験して学んで変化するっていうのがやっぱり大事かもしれないですね。海外に来たんだから。挫折とかまだなんか他のやつ言った方がいいですか？ありますね。大変だったことみたいな感じで聞いて。コロナ4年前ぐらい。4年前ですね。そうですね。2020年の頭なんで、コロナの時に旅行が止まったじゃないですか。そうですよね。で我々日本の旅行商品を台湾の方に PR してるので、もう人が動かないので、もう本当に潰れる寸前まで行くぐらい。そうですよね。もうそれどうやって乗り越えられたんですか？やっぱり日本に行かないので、そこの仕事はなくなるでしょう。なくなってしまうので、台湾国内で仕事を増やしたり、人が動かないんだったら物を動かそうってことで、日本の商品を台湾に売るっていう台湾の物産展みたいな、そこでなんとか切り抜けたっていう感じなんですけど、コロナの時にもう一個ちょっと悪いニュースがあって、妻がちょっと病気になったんですよね。でコロナで会社も大変で、妻も病気で末期のがんになってしまって、でちょっとコロナの間に亡くなってしまった、コロナの間に、子供もいるんで、僕はシングルファーザーになったんですけども、ここの 1,2 年間っていうのはもうすごい、私が一言では表せないような、もうね、すごい。そうですね。もうなんか怒涛の2年間ぐらい。2年間ですよね。2年間ぐらいですね。このコロナと、病気発覚してからはもう6ヶ月でいなくなってしまったんですけど、そこの間は本当に大変でしたね。今絶対大変。なんかね、今思い出そうとしても一番辛いところの瞬間っていうのは記憶からちょっとそうなんですね。もう辛すぎてってことですよね。大変すぎて忙しすぎて。多分そうだと思います。鮮明に思い出せない部分もあったりするぐらい、ちょっとそうですね。でもあれから今4年経ちましたから、僕も子供も前向いて歩いてるんですけど、そんな挫折といろんな出来事があって、そして今コロナが明けて2年目じゃないですか。そうですよね。やっとこう一生懸命仕事ができるなっていう環境で、明るく元気にやっております。いやもう本当にすごいです。なんか本当にもう私がすごいですって言って、すごいコロナの時期大変だったと思うんですけど、なんかスタッフさんとか台湾の方、日本の方に助けられたなみたいな。ありますあります。やっぱりコロナで大変だったのもあるし、妻の件で看病も行かないといけないし、子供のこともしないといけなかったので、なんだろうな、僕が希望するまでもなく、会社のメンバーがなんか一致団結したというか、そうなんですね。社長がいなくてもなんとか僕たちで切り抜けようみたいな空気ができまして、本当に僕も会社に行けなかった時期っていうのはたくさんあったので、本当にみんなが支えてくれて、
みんなでつないだっていうような感じがします。なんかこう台湾に勉強に来てる若い子たちも増えてるので、そうですよね。なんだろう、僕がその台湾と出会った時にの衝撃ってやっぱりこう忘れられなくて、なんだろう、その若い方たちが海外に出て働くことができる経験ってあんまり人生の中で少ないと思うんですよね。なので、そういう子たちをすごく応援したいという気持ちもあるので、うちの会社は結構インターン生を受け入れていて、なんだろう、撮影補助してもらったりとか、それこそ今日体験してもらったようなことをインターン生が体験するっていう。なるほど。もうすごい大学生ですよね。そうですね。基本的には大学生生徒さんたちの夢をサポートしてますよね。すごい。卒業して日本のインバウンドの会社で働きましたとか、なんか観光の DMO 自治体の周りの会社で働きましたとか、台湾で起業することになりましたっていう話とか聞くので、すごい、ここでもう本当にみんなの夢の架け橋にもなってるってことですよね。ありがとうございます。すごい。うまいこと言っていただいてありがとうございます。今日の私菜鳥一日职員的部分，请打分。90点。90分。蛮高的え。90分。めっちゃ高くてびっくりしました。私結構日文很弱。ありがとうございます。ありがとうございました。社長ありがとうございました。好，我真的很开心，就可以来到这个Kakehashi，然后体验一日职员，因为我都没有当过上班族嘛，就觉得很刺激。请搜寻Kakehashi的 IG， 那也记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛，也要帮我热推影片，谢谢。好，那今天的一日菜鸟职员大成功，我是90分，耶！ではまたね，拜拜。